前回男性の胃袋をつかむための手料理としてミシェルさんからは自分のライフスタイルであるビーガン料理を紹介。野菜と豆。中国出身のポンちゃんからは手作りの肉まんを披露してもらいました。当たり前だけどさ、でも話してみたものの、結婚しますになったら相手が作れた方がいいよね、やっぱね。今回はこの続きからしっぽり大人のトークが展開されます。いざでも付き合います、結婚しますになったら相手が作れた方がいいよね、やっぱね、そこは。はい、実際問題、いや仕事始めた時私だって働いてるしってなるじゃないですか。男性にどこまで求めます？そういう意味で言うと、家事とか料理とか。しのりさんはね、旦那さん専業主婦状態で料理作ってくれるでしょうけど。はい、最初は彼すごく下手よ。すごく。下手くそだった。だんだん毎日マクドナルドで食べた。はい、だんだん旦那さん上手になってた。マクドナルド回数減った。よかった。まあ頑張りゃなんとかなるからね。ミシェルさんどうですか？旦那さん料理されるんですか？そうですね。私忙しいので一緒に食べる機会少ないんですけれども、よく私夜多分10時11時ぐらい帰って夫が作ってくれます。優しいと思って。優しいです。いいね。ビーガン料理作ってくれるんだ。10時、11時作ってくれるのは本当に優しい。なんかね、苦々しい話の一つでも出てこないかと思ったけど、ね、のろけ話しかないから。残念じゃん。これからよ、しおりさん、国際結婚大変よ。最高におかしいんだけど。ちょっと硬い。そうだよね。ちょっと。だからお湯が冷えた。お湯じゃないんだよね。お湯があれぬるいんだよね。本当は国際結婚大変よ。国際結婚大変。結婚大変よ。国際結婚大変。じゃない。結婚大変よって。大変。ポンちゃんの彼氏料理作れます？作るって言うんですけど。作れはしない。いや、作りますけど、まあ、回数はそんなに多くない。そんなに多くない。上達できる感じね。上達は今のところ見込みはない。これからなので、まあ、相手はすごく作ってくれるっていう気持ちがあるだけで嬉しい、こっちは。よかったですね。なので、そこまでなんかプロじゃないし、料理の味は求めないけど。でも今、ポンちゃんは恋人いる？います。日本人の彼氏がいるんだって。日本人？はい。日本人。日本人のふるさと？九州です。九州。私も。役所なんですか？しのりさん、そのリアクション。同じか。しのりさんの旦那さんと同じか。旦那さんもそうか。今役所ポーズの方が先に。同じっていう。日本酒。すごい。九州男人強い。九州のどこですか？長崎です。いいところ。長崎だって、しのりさん。役所工事と同じじゃないですか。すごいですね。写真見せて。先輩ですよ、先輩。私の夫、宮崎です。すごい、みんな九州だ。
みんな九州。なんで九州の男性なんか、なんとなく優しいイメージはありますね。でもないでもないそうかもしれない。偶然にしてはすごいね。なんだろうね、皆さん受け入れやすいのかな。港あるから、いろんな外国人が来るから、そういうので気があって、やりやすいかな。僕、東北の出身だけど、あんま東北人って聞いたことない。なんか東北狭いところで密集してるイメージあるからな。なんか国際結婚の話聞かないけど。そうなんですか。内陸。わかんないよ。いや、たまたま今ね、九州3人ともそうだっていうからさ、もうちょっと意外でびっくりしたんだけど。ちなみに中国だと、なんか女性がすごい立場強くて、結婚する旦那さんの方が料理作るとか作んないとかっていう話を聞いたんですけど。ありますあります。特に中はその北と、南ですごく分かれていて、地域的ですね。で、北の方は、まあ、男性の人たちはちょっとまた、男子主義っていうか、また強くて、俺は仕事、君は家事みたいな。でも、南の方は特に四川とか、四川料理の四川、上海もそうです。男性が料理作るのは当たり前。で、そして男性の方が、つまり夫の方は妻の、機嫌を良くさせるのは、すごく大事なこと。そこの男性と結婚したら、まあ幸せな生活を送れる。家事も全然してくれる。なんかよく私の知り合いから聞いた話は、普通ね、女性のパンツとかも手で洗ってくれるのよ。すごいな。それはちょっと恥ずかしいかもしれないけど、でもそうか。まあ、ほとんどには言わないけど、そのぐらい優しい人はいますね。優しい。パンツはいいやってなんか言いそうだけど。大丈夫。それ私やるから。優しいのが伝わる。ちなみにイタリアはどうですか？イタリアはなんか男性が強いイメージありますけど、そうでもないですか？半分。掃除と料理も。料理のは多分男の方が多いかもしれないです。高校の種類いっぱいあって、料理作る高校もあって、男の方が行ってるので、そうですね、大学に行ったらよく男性料理作れる男性が多いんですね。女性、まあみんな仕事をやってるので、子供いても、半分ぐらいですね。わかりました。はい、ありがとうございます。ポンちゃん、いかがでしたか？楽しかったです。楽しかった。なんか東京でオフライン会をやろうかなと思って。そうね。でも、いろいろもちろん自分が好きなものもそうですけど、こういう外国の方と付き合ってこの食文化の違いのまあ楽しいところもあるし、なんていう微妙なちょっと気まずいところもあるんですけど、それで体験なので。結構楽しい。今日もここに仲間いるからね。同じ環境の人がいるからね。そう。バックも違うからね。いろんな国の方の意見を伺うことができて、すごく楽しかったです。ありがとうございます。いえ、ありがとうございます。ミシェルさん、いかがでした？めっちゃ楽しかったです。なんかいろんな心こもってたね、今。よかったわ。なんか新しい状況と経験聞いてびっくりしたのは多かったので面白かったです。はい。しょこちゃんいかがでした？めちゃくちゃ楽しかったです。本当。
ね普段魚の話ばっかしてて、もう魚ばっかだね。はい、それはそれで楽しいんですけど、お友達とワイワイ喋ってるような感覚で、はい、お話できてすごい楽しかったです。はい、ありがとうございます。じゃあ、しろにさん、最後、今日どうでしたね、今回いつもと全く違うテイストでやりましたけど、しろにさんいかがでした？多分一番びっくり、皆さんで、恋人、九州男児。一番びっくり。さすがしろにさん、まとめてくれたな。まとめたな、今。うまいな、しろにさん、さすがだな。そこだったね。なんかそういう研究やってもいいかもねですね。そのいいねなんか九州の彼氏は九州男児って。そうそう。九州人と外国人が付き合ってる割合はどのくらい？いや、ここで言うとね、100% になっちゃうからね。すごいよ。すごいよな。私の彼は九州男児スペシャルって。国際結婚よりかなり踏み込んだね。狭いとこ行ったね。はい、ということで、今回ね、初めての試みでしたが、またちょっとやりたいと思うので、皆さんよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、皆さんさようなら。バイバイ。またね。バイバーイ。バイバイ。